武山神楽院長谷寺。真言宗武山派の総本山、そして西国33所の第8番札所として多くの人々の信仰を集めてきました。西国観音霊場の開祖である徳道上人は727年聖武天皇の勅を受け近江高島から流れ出た霊木を使い十一面観世音菩薩を造立したと伝えられています。長谷寺の本堂へと続く長い登り廊、石段を一段ずつ登るたび山の気配は深まり、祈りの場へと近づいていきます。長谷の山を望む長谷寺の外舞台、その奥には今も観音様にまつわる不思議な物語が語り継がれてきました。昔々大洪水のあった後、近江の国高島郡の岬にそれは大きな流木が流れ着きました。一人の村人がこの木の橋を切り取ったところ、家が焼け、村には流行り病が広まりました。人々は、これはあの大木のたたりに違いないと、誰もその大木には近寄らなくなりました。ある日のこと、村を訪れた大和の大麻の男がこの話を耳にします。男はその不思議な大木を使って観音様の像を作ろうと思い立ちました。けれど大木はあまりに重くびくともしません。ところが試しに縄をかけてみると軽々と引くことができました。こうして大木は大和の大麻の里まで引かれていきました。しかし観音様の像が作られることはないまま長い年月が過ぎていきます。それから80年以上の時が流れたある日、この村にも流行り病が起こりました。この厄災は昔男が引いてきた大木のたたりに違いない。村の人々はかつて大木を引いてきた男の血筋にあたる宮丸にその木を捨てるよう命じました。こうして宮丸と村人たちは不思議な大木を四季の神の長谷川の岸に引いていきました。それからさらに20年、この話を聞いた徳道というお坊様がこの大木を長谷の地に引いていきました。そして何年もこの木に祈りを捧げました。やがてその祈りは帝の耳にも届きます。こうして仁紀4年、西暦727年、多くの人々の助けを得て長い年月を経た大木はついに
十一面観音のお姿となったのです。まっすぐ立つとぶつかるかしら。入り口とあります。おみ足が見えてます。これ入っていいのかしら。じゃあ失礼します。十一面観世音菩薩立像。徳道上人の造立以来、度重なる火災により再造を重ね、1538年室町時代に大仏師雲州らにより造立されました。造高10メートルを超す日本最大の木造の仏様です。観音さんのおみ足に触れて願い事をお伝えください。よろしいですか？触れて。はい、どうぞ触れてください。肌で感じて観音様の木のぬくもりだとか1300年のこの重さをぜひ感じていただいて、それで心豊かにしていただければありがたいです。こちらがね33化身って言うんですよ。はい、観音様はそもそもね、人の願いに応じて身を変えて変身されるのが得意な仏様で、観音様自体も、人が亡くなるとね六道に落ちるっていうんですけど、その中の修羅の道に落ちた方に救いの手を差し伸べるのが十一面観音様でございますので、この位置にこうやって皆様の救いの手を求められてここにお立ちになって1300年とか。1300年。はい。仁王門から本堂へ続く108間399段の上り廊。一段一段を上るその道は、人が生きる中で出会う苦しみや煩悩を超え、観音様のもとへ近づいていく道とも語られます。ご本尊十一面観世音菩薩が馳の地にお立ちになってから令和8年の今年、長谷寺は開山1300年を迎えました。長い長い時の中で重ねられてきた人々の願いと祈りの声。その声は途切れることなく、今もこの山あいに響いています。声の記憶、奈良。第2話は長谷寺からお届けしました。